ダメみたい。テープが絡んでるかもしれない。テープは大丈夫だけど、裏ってある。その創造、維持、破壊という無常、これをサンスクリット語で表した場合、それはオウムという言葉になります。つまり絶対の真理の本質の中心である宇宙の無常を表すオウムと、それから真理というものの複合的な名称、これがオウム真理教の由来なのです。さあ皆さんも今自分自身の生きていることに対して疑問がおありなら、オウム真理教の門を叩いてみてはいかがでしょうか。実際この現実の世界、つまりこの人間の世界というものは私たちをマーへと取り込みます。このマーへとは何かというと、生まれそして死にゆく間、いかにもそれは真実で、そして絶対的に壊れないかのように私たちを惑わします。しかし実際は多くの示唆をこの人生の中で与えられているはずです。それは例えば仏典にも閻魔大王が登場し、そしてこの世で悪をなした者に対してはい。テレビ朝日の中曽根さんが、すごいねこの人。はい。今日の上祐被告の公判について、はい。どう思われますか。こんなばっかりだな。ファックスで送ってください。電話が立て込んでますのでファックスでお願いします。ジョイさんとは親しかったんですか。他のキラバ事件に比べれば尊敬はしてますよ。宇宙開発事業団に勤めてたって言ってたじゃないですか。私も宇宙開発事業団に勤めたいなと思ったことあったから、それでも尊敬してます。どうしてまた宇宙開発事業団に興味があるんですか。宇宙に興味があるんですか。宇宙の何に興味があるんですか。いや弁護士一家事件の初審理の時に、坂本さんの自宅を謎じゃないですか。弁護士である青山被告はあえて使いませんでしたね。青山には戻させたくない。どこから来てどこにいわゆるその上流青山この両この売り主が、贈与ではないということを供述したことを聞きまして、オウムが述べているのか、本当のオウムの怖さを知らせてやろうかなどと。はい、もしもし。ちょっとまだ内容詳しく聞いてませんね。気象電話とか警察の元人とかこちらまだ伝ってませんので、正式に、いろんなその不正確でもあったと思うんですけども、今日きっちりそれやるわけでしょ。この後半で。今日の上祐被告の公判含めて、話しておきたいそうなんですけど、ちょっと質問今日多くなるから全部ファックスでお願いしますよ。これ質問になりますか。なんか聞きたいって言ってるでしょ。なんかね、お話を聞きたいと。何を聞きたいのかファックスで送ってくださいって言うから、ちょっと今日は電話多いから。じゃあこの人外にいるそうなんです。でもそれは関係ない、そんな向こうの都合ですから、そんなあ、すいません。でちょっと今電話が殺到しますので、質問は全部ファックスでお願いします。はいはい。それはゴミですか。ゴミではありません。植物タンパクのね、マックス点というのがありますけどね、それをこういう風に。これじゃあ毎日これですか。毎日そうですよ。同じものです。飽きませんか。飽きませんね。
そのいろんなものを食べたいという心のね働きというのがやはりそれは食の煩悩というむさぼりの心で。誰か信者の方が会いに行った時に、朝原さんが石井作さんに命じて何かを作らせて、持ってきたら血の滴りのステーキが出てきて、こんなもん食べてるのかと思ったと、って話があるんですけど、その食べたいとね思ってるわけですよ、その方が。それ食べたいと思ってて他のところでそれを食べるということは破壊になりますよね。そこで朝原孫子がその弟子に対してそれを与えるということはそこで破壊しなくて済むわけですよ。一つの愛ではないかと思いますが。でも食べる方にしたら行為は同じですよね。同じではあってもそこで許可されて食べるのと許可されてないところで食べるのとでは違いますね。食事の内容を説明してもらえます？説明するまでもないんですけど、ご飯にごまにハンバーグです。ハンバーグといっても肉は使ってませんが、タンパク質の。この卵は何ですか？いや、単なるゆで卵です。このスープみたいなものは？単なるなんかスープのことで作ってると思うんですけど、食欲も徐々に薄れていきますし、いずれは遮断できるというか、食べなくても生きていけると。美味しいとか気持ちいいとか、人間のやっぱり生きてる上でね、一番充実感を持つ瞬間だと思う。それを否定するわけですよね。というか仏教というのはそういう教えですよね、もともと。でも実は中川さんの言ったんですけどね、傍聴に。どうですか、傍聴してみて。そうですね。あれだけはやってないんじゃないかなと思ってたんで、ちょっとショックでしたけどね、若干ね。やっぱマスコミで報道されてる通りの陳述をされてました。ちょっとまだ今帰ってきたところでマスコミのあれ見てないんですけど、多分そうじゃないでしょうか。もう全面事業という感じでしたね。そうですね、それはそうです。ショックですかね。そうですね、やっぱり実際その人の口から聞くとそうだったのかなという、ショックはショックですけどね。私の場合はこの在家の現世の幸福っていうんですか、結婚とかいろいろありますが、それがあんまりないんです。だから例えばオウム辞めたとして辞めるというか、辞めたとしてもここはダメでも他で修行したいと思うし、つまりオウムだからという部分、むしろ現世でなくてこういった自分の修行みたいな部分ができる場があればいいと思う。いや、ただ本当にオウムみたいにシステムというか修行システムがちゃんとしているところであればいいと思いますけども、そういうところは他にはないと思うんですよね、今私が知る限りでは。だから孫子に値するようなグルがいればそれは分かりませんけども、今のところ私は孫子以外はちょっと考えられませんけど。マフラーです。マフラーとかしてたら格好見たら寒いのかなと思ってしまう。風吹いてるか報道陣ですか？いや、そうですよ。逆のあれで見てるどうですかだって。地下鉄サリンから1年ありましたでしょ。それでまた荒木さんの初公判。録音されてるんですか？録音はうちはしてないです。もうしてたらまずいですか？でもこっちでしてるわけで。いや、こちら許可明らかにやってるからいいわけです。そうです。うちまだ回してないんですけども、取る取らないっていうのはね、それで使う使わないはあれですけども、やはりそれは常に、もしまだ私カメラマンとは話してないんでわかんないんですけども、いつでも回す準備はあるわけですから、その場合、それを使用させていただくというわけにはいかないんですか？どうしてですか？だからこれがあるからですよ。で信用してない方で場合と信用してくださいよ。できない。だって言っても何も返事返ってないんですから。でもこれ今の話してるのは
ということで、もしうちの方で私知らないんですけどもね、撮れてれば使用させていただいても構わないですか？撮れてればって取材がされてれば、私だってカメラと別行動ですから。今どっか撮ってるかもしれないってことですか？撮ってるかもしれないっていうか、それはどっかカメラはいるわけですからね。うちは今どこにあれは違いますよ。これじゃあ入った時にまずね、それはだからもしね入ってないんであれば入ってないし使わないですけれども、もし入ってるんであればそれは入ってないってことで話したわけですよ。入ってるのでそんなあなたそんな無責任なこと言わないでくださいよ。まず確認してください。じゃあでもそれはね使わないということで話してくださったわけですから、それは私もじゃあ今回は信用して、それはもしそうであっても使わないってことはあってもっていうかね、もちろんそれは当たり前です。それは当たり前だから絶対ないと思うんですけれども、絶対というかないと思うんですけどね。だからそれはまだそういう言い方をする。それはもう構わないですか？今うちちょっとそこに日本テレビとしているんですけれども。もうしょうがないな。出会いではダメ。どうしてダメなんですか？フジテレビでミックスで。それはダメなんですか？日本テレビさんは。ちょっとすいません。今実は私が話したことですけど、ちょっとお話をしていただきます。で日本テレビは日本テレビだけザワイドするしかダメ。このぐらいはでもあれ。このぐらいじゃなくて。これはダメ？無断で撮ってるでしょ今。でもだって今うち日本テレビですって言ったわけだし、それでもダメなんですか？それをダメだっていう話をしてるわけでしょ私。これもダメなんですか？それやるからそういうことやるから私自信持つんですよ。でもそれもきちんと言ってありますから、別に何も放送する現場だよね。スタッフの人がそれを感じてるレンズの前にはやられて分かってんだろうな。絶対しないかしげきさんが対応しないかよ。違う、俺は知ってる。そんなの知らないよ。だから俺から今俺に絡んで今その話をしてる時にそれ言うとお前のそれはだから社として対応してる現場の人間としてそれは現場としてはね伝えてください。伝えますけども、ちょっと社としての判断っていうのもあるわけですし、番組としての判断もありますから、ちょっとそれについてはめちゃくちゃですよ。しかしもう私の立場考えてくださいよ。いやだから私は考えて私の気持ちも考えてくださいよ。でそれはね無理でしょ。それはもうそれは仕事、あなた仕事でしょ。でも荒木さんも仕事でしょ。私が対象になってるんですよ。私が映るんですよ。はい、わかります。すいません。買わないでください。だから今いいやだけどやはりそれは私としてはそう思うんですけども、やはり社としてね取材の自由がバッグスポーツバッグ2つとなんかリュックが背負いながら大差の額で上京してきたんですけども、ちょうどまだその青山の前に報道陣がたくさんいて、警察もたくさんいて、その東京は本当に全然慣れてなかったもんですから、その田舎者のようにおたおたしながら歩いてきたんですけども、そしたらその前で警察に捕まって荷物を見せろ、名前なんだといろいろいきなりそういう質問攻めにあって、いろいろなんだそれをおたおた対応してる時にわーっとそのマスコミからそのカバンの中を見せろとか言うわけですよ警察が。そういう対応してるところなんかマスコミのカメラ向けたり、こういうことするのかマスコミやと思って、それが私の直接知ったマスコミの第一印象ですよね。体重絶対幸福なままに安住することができるよう、しびれをしんこめ大乗の発願をいたします。法を込めに譲る虚像のようなさまざまな権威に来たれ輪廻の大会を浸水決め出し、彼らすべてが絶対重絶対幸福なるままに安住することができるよう、しびれをしんこめ大乗の発願をいたします。法を込めに譲る虚像のようなさまざまな権威に来たれ輪廻の大会を浸水決め出し、彼らすべてが絶対重絶対幸福なるままに安住することができるよう、しびれをしんこめ大乗の発願をいたします。法を込めに譲る虚像のようなさまざまな権威に来たれ輪廻の大会を浸水決め出し、彼らすべてが絶対重絶対幸福なるままに安住することができるよう、しびれをしんこめ大乗の発願をいたします。法を込めに譲る虚像のようなさまざまな権威に来たれ輪廻の大会を浸水決め出し、彼らすべてが絶対重絶対幸福なるままに安住することができるよう、しびれをしんこめ大乗の発願をいたします。本の表紙見せてもらえますか。この本誰が買ってくるんですか。そうですね、荒木さんとか私とか外出したついでに買ってくるっていうか、どう思います。なんとも言えません。わかりました。ね、目覚ましとかない？目覚ましとかない？目覚ましって何ですよ？ドライバーのこと？
だ詰まってたけど。これ歌ってるの誰ですか？孫子ですね。音域が広いですね。修行によって全てはそうなってくるんですよ。全てね、説明すれば、ね、何でも納得できるようになると思いますよ。喉のビシュッタチャクラっていうのがね、開くことによって相当声を出るようになりますよ。調子のいい時は孫子はピアノの鍵盤の一番上端から端まで全部声が出ると言われてます。富士道場は実際に神々がいる空間ですよ。いるって感じます？要するに人間の姿した神々がいます。例えば要するに神通力バンバン使う人が。何を使う人？神通力バンバン使う人が。それは今の信者にいらっしゃるんですか？いますよ。だから神々が空間なんです。ただ見せないです。まだ普通の人は見せない。多分マスクになんか全然名前が出てない人ですよね。そう。普通から見たらおかしい人にしか見えない。どんな神通力がいや、例えばもう私が何も言わなくてもこっちのことを分かってしまう。独身ですか？はい。独身ですみたいなもんですか？要するに多神通っていう私が多神通ね。そういう力を普通に使う。あと空中浮揚なんかは当たり前ですか？そんなことはあれは単なる芸当なんですよ。あのは私は全然興味ないし、孫子もそんなことは全然あれはあくまでも自然につくもんだっていう。そろそろ帰れるようです。脳の先駆的な実験で有名なペンフィールドは自らの半生を捧げ、人間の脳の構造と機能を神経外科の硬いですけど、一応もうこういうの組んで、さっきはもうこういうふうに縛ってたんですけどね。これはちょっと車のシートベルトの改良したやつで、なんで縛るんですか？これちょっと地獄のカルマを落とすためですね。つまり責め苦を自分に与えるわけです。責め苦、なんて言いますか、自分殺生が多いんですよ。動物の会社にいたもんで、どうしても殺さなきゃいけない場合はあるんですよね。だから仕方なく初めはもう嫌だったんですよ、どうしても。その動物を殺すということですね。でもそこの会社は成績上響くということで、豚の会社ですけど、それを殺して、いろんな殺し方やってましたからね。12年間それやってたんですよ。動物だけじゃないんですよね。ハエとかウジとかあるんですよね。でそれもどうしても成績に影響するし、で一応殺虫剤で噴霧して、それで殺したんだよ。でその結果として今毒ガス攻撃とかありますよね。あれで実際に自分たちも変えてきてるわけですよ。でも同じ全然違うよ、2つとも。表現する可能性を見出せるものの、自ら何かをあってまでそのものは明らかにするかどうか。今日から荷物の運び出しを始めました。ちゃんと小橋入ってる。でもほとんど小橋入ってるけど、知ってる人が見たらこの場所。出てる。分かんじゃんこれ、こう見てもあれ。やっぱり私映ってる。思いっきり分かる。都内の杉並道場にはから勝ち退き訴訟が起こされ。ちょっとピンとこなかったですね、テレビを見て、さっき自分が喋ったことがそのまま流れてるとなんだこれはっていう感じで、それをどうしようかっていうところにちょっと考えが及ばなかったですね。なんか不思議なもんだなというのが一つと、あとただその頃私の顔がだっと流れましたから、
まあ、親とかね、昔の高校大学の友達からとかいくつか連絡が入ってきましたね。見たぞって、何してるんだっていや広報部やってるんだって説明になってないですけどやっぱり顔をさらすってことはね、要するにどんどん周りの人がおそらく辞めていく状況において、辞めれなくなるよってことなんですよね。もし辞めたりそのことができるにしても、社会復帰がどれだけできるかっていうのが非常に難しい状況に、を自ら選択といいますか、なってしまうと、その辺のことは考えませんか？そうだな、まあそれはむしろ今言った親とか友達とかが心配したことで、私にとってあまり社会の中どう私が位置づけられているか、私個人に対してね、まあ教団のイメージになるとまたそれは私の別個の責務として背負い込まなきゃいけないもんだから、それはそれで気になりますけども、私個人のまあその後どうなるかとか、出たことによってそれがどうなる、まあ、今後どうなるかとか先のことはあんまり関心はなかったですね。もうそういう社会的に私個人がどう受けられると、それはもう私に社会を捨てて一旦出家した身ですから、そういう気遣いっていうのはまあ思われてるほどなかったですね。つまり教団を離れようっていう気持ちは将来的にもその可能性もあるかなみたいな部分も全くなかったわけですか？まあそれは教団を離れるでも今の価値観に満たされた現代的な今の価値観をそのまま引き継ぐような社会には私は戻る場所はないだろうなというふうに思ってましたから、教団を離れないというよりもむしろ社会には戻らないっていう。そうですね、こちらの方がニュアンスは強いんです。そうです。身をもってね、今まではその頭の上だけで理解してたものをね、仏教の教義というものを身をもって実感してきて、非常に心が止まってきたというか、そういうことを感じますね最近。確かにそういう意味では感謝してるんですよ。そうですね。だからね、いろいろ主に素晴らしい教えがあるけども、教えっていうのはね、本当に自分のものにしようと思ったら現象に当てはめなきゃいけないわけですよ。そういう意味では今回本当に人権も無視されて、オウムは人間で危ないみたいな状況に置かれてガンガン叩かれるっていうのは、それだけなんていうかな、オウムその教えを自分の中にどれだけ体得できていたのか、もしくは体得できるのかということの実地訓練というかね、そういう意味で非常に良かったなという思いをしますね。オセロゲームじゃないですけどね、オセロでも黒一色でね負けててもね、4つ隅を取れば勝ちますよねそういうふうなね現象が起きる可能性もね、私は残されてるんじゃないかと思うし、でもしそうならなくてもね、私自身はやはり白であり続けたいというか、白を1枚でも増やす努力をしていきたいと、そういうふうに思ってますね。例えば孫子の脳波って止まってるんですよ。これ何にしてるかというと、潜在意識においていわゆるマインドコントロールがないというかね、その情報に左右されるような状態が全くない状態です。浅田さんしかそこの池の前にというかほとりにねいらした途端に異変が起きて、何が起きたかといったら
今までいないと思ったね魚が、ものすごい数ねいて、浅原村のところにブワーってものすごい勢いで集まってきたんですよ。でそれがしかもすごく旗から見てね本当にね喜んでるっていうね感じの飛び跳ねたりとか本当にすごくこうなんとか喜んでるって感じのねそういう情景がピタリとくるような感じで、しかもその時たくさん鳥がね飛んでたんですけどね、その鳥たちも浅原村のとこにバーって集まってきて、そのほとり川っていうかな、川じゃない池っていうか湖がもう鳥で埋まったんです。で鳥と魚と私たちと聴衆が増えてね浅原村の話を聞いていたというか、だからそういうバイブレーションというかそういうのは動物でもねやっぱり感じるものなんですよね。それ皆さんは実際目の前でというかあそこにも400人ぐらいの人がいましたから、400人の人たちはみんなそういう場面を実際に経験してると。こっそりパンかなんか投げてたんだね。いや違いますね。グルは欠かせない。ただやっぱり競技っていうのはやっぱり別個にやっぱり存在してるわけで、当然孫子が説かれている道具競技というのがあるんですけども、その他いろんな仏典と昔から伝わるそういった経典もありますから、やっぱりどっちもないと壊れたら一番正確なところだと思いますけども。でも現実的に多分、浅原でもね、釈放されてたことはまずないですよ。つまりみんなは二度と浅原さんには会えないかもしれない、話もできないのかもしれない。そうですね。初公判のニュースを11時5分までお伝えします。オウム真理教の浅原将校本名松本千蔵被告の裁判がまもなく午前10時から東京地方裁判所で始まります。浅原被告が問われているのは合わせて17の事件です。一応ファックスで申し訳ないんですが、一応こういった形でね、許可をいただいたんですよ。できましたら、2時から、24日の2時から9時までと、明日の9時から21時までっていう条件付きなんですけども、これって事前に私話聞いてましたか？どうなんですかね。日テレさんの方から申請をお願いしたんで。私これ聞いてないんですけどね。先に教団側にお優勝もらってからっていうのは条件ですよ。いや、これは何ですか？2ついいんですよ。関西の管理占有している神田に許可と中に住んでいる住民の許可と、それは当然言うはずです。関西に言われなかったです。いや、この日テレのね、この中村さんっていう方はどうしちゃったんでね。ちょっと中村さんに聞いてもらったらいいと思いますけど、関西にもそういうさんもそれ言ってますよ、間違いなく。でもし現場に住んでるその人たちに了承を得てからにしてください。でもしそういう了承が取れてるんであれば入っても構わない。了承が私ですよ、具体的には。私に了承がいるわけですよ。あ、じゃあ荒木さんの方にはこれは行ってないって。初めて見ますよ、これ。一応常識のことで改めて言うことはないけども、取材申し込みに来た人に対してはとか。こちら許可するけども、当日に現場に住んでる人たちの了承を得てからに話をしてるはずなんです。で、どれだけのね、その条件がついてるって言うんだけど、どれだけの拘束力って
っていうかそちら側の、まあ、意見をね聞くその拘束力みたいなのがでも勝手に入るっておっしゃってるんですかもうとにかくいやいや場合によってそうじゃなくてちょっとそれは無茶ですけどなんか生活してるわけですからいいですかこれ確認の時間が誰に確認するんですかここですねこれ何を確認するんですかここにだからそちらからの、その許可がね必要だっておっしゃいますよね、当然、だからその辺はどうなってるんだっていうのを聞いてどうなってるとかこれはまあこれはそれはそうなんですよ、だってこっち入れないもん分かった分かったあなたと話してるんじゃないからさだってこっち入れないもんそんなの荒木さんの話というか、まあ、許可というか、まあ、信者の方々のその、承諾をもらって、でその後でこちらの安倍さんの方に、まあ、こういった形で申請を出して許可をいただいて、でそれからまた荒木さんに、まあ、話を通してから入るということですね。それが、まあ、常識的じゃないですかね。私が聞いて NHK さんの後というのは取材は許可していただけるんですか。うちらもぜひできればやっぱり一社だけとかだからまあ共同取材という形でね一社ずつじゃなくて合わせてという形でしていただければ話が入る形でも結構なんですが。厳しいな今。破産管財人の方の。こっちからこっちに荒木さんの許可取ってやればいいんだろ。破産管財人に。この安倍さんに。だからおめえ口出すんだよ。だから荒木さんのお前の許可取るんじゃないから荒木さんの許可取りゃいいんだから。一応荒木さんと、まあ交渉した上で、まあ入ってくださいというようなことは僕も聞いてるんですけども。誰からですか？こちらから。でしょ？でしょ？だからそれをお願いを今してるわけなんですよ。でもさっき私基本的にとにかくうちはもう当然のことながら関西の権利があるから入る権利があるんだけども一応そういう言い方じゃないんですか。全然違いますよ。こういう許可がいやそうじゃないですって。今の場合はまあ人をちょっといろいろ言うのもなんですけどもなんか許可こちらがね許可があって荒木さんから許可があってこれが出てって言うからね。だからそういうそこから話が始まっちゃってるからだからそういうなんか強い言い方になっちゃったけどもわかります？わからないです。わかんないですか？まあいいですよわかりました。だからお願いをしてるんですが現実的にちょっと難しいです。難しいです。我々の取材がテレ朝さんがまだ終わってないからということなんですよ。そういうことなんだ。まあこれも含めて全体的なそのいろんなものの事情を考えて私はその和田さんにはちょっと留保という話をしてあったんでちょっとあまりちょっとあまりいがみ合わないでください。ちょっと大学の方ちょっと入るタイさんでちょっと NHK でここでやろうかと思います。絶対に個人と特定されないような形を取ることはお約束いたしますし、そういう形で取材をしていただきたいと思います。それといって動揺することもなかったですか？事実だけは事実として受け止めて、そうか、それだけですね。それはこういうことがあったんだというか、明智の事件があったということについては、まあ、あったんだという認識でいらっしゃいます。選手に対する気合は変わりますよね。沢川さんもこうやってちょっと会話になってないですよ。ちょっとやめましょう。報道されたら間抜けだろうなと思いながらではやめましょう。何を頭で考えているかというのはあんまり理解できないと思うんで普通の人に。だから何言ってもね、その人が結局自分持ってるイメージでダブらせて受け取っちゃうわけだから、私たちの本当の気持ちって分からないです。それに普通以上に修行者の感情というか心の働きっていうのは一般人に理解できないですから無意味だと思いますけど、ちょっと今のやり取りのちょっとちぐはぐさっていうのは沢川さんもうまく言ってると思いますけど、ちょっとこれではやっぱり放送にならないですよ。理解できないっていうことでもよってまだ諦めるのか、いや誤解を生むでしょ、誤解を、だから誤解を生むぐらいだったら下手なことなんて言わない方がいいでしょうね。誤解をなるべくまあ
少しは入るのかもしれませんけれども、というか入るでしょうけれども、それがほとんどだと思います。本当のそういう意味では、例えばですね、本当の誤解のないようにおっしゃることというのは難しいんでしょうか。誤解をするのは受け取る側が誤解するわけですから。じゃあ私たちもそうですけど、人の話をその人の言いたいことを本当に受け取ってる人がほとんどいないんですよね。本当心が透明になった人じゃないか。だからね、だから読みにしましょう。本さん、これオウムの人が撮ったんですか？ビデオカメラあれだけ用意して捜査の時は捜査の状況を撮ってますよね。これは大駐車っていう本田さんここに来たのは何年前ですか？で出家したのは何年前？再出家というと？私1回出家して1回下校してるんですよ。なぜ？中古のポンドに負けたんですね。食欲、性欲、色欲どれですか？全部です。全部というか嫌悪と、あと性欲と食欲と親に対する情と、やっぱりそんなもんですよね。それは一回下校して次出家するまでの間ですよね。月並みの一般的な幸せを追い求めましたから。当然それ恋愛も付随しての女性体験。よかったでしょ。初めは結婚まで考えましたけどね。いや途中でやはり最終的には苦しみに行き着くなというのが分かってしまって、本当に相手を幸せにしたいと思ったら、お互い執着し合って幸せな結婚して幸せな結婚生活を送って幸せな老後を送って、子供も愛すべき子供が大きくなって、全く理想的な今一般的に考えている理想的な結婚生活を送って人生を送ったとしますよね。それができたとしてもいずれは死に別れると。愛着し合ってればし合ってるほど死に別れる時の苦しみは大きいと。だとしたら相手とそういう関係を結ぶってことは相手にとって幸せだろうと。それよりもそういったものは苦しみなんだよということ、そういう感情というものを乗り越えさせてあげることの方が相手にとって本当の幸せを与えることになるだろうと思ったんで、私はそれはそういったことを途中で断ち切りましたけどね、自分の感情としては。それだけじゃなくて、やはり真理の教えに沿って生きることが本当に自分を解放させる道なんだということを教えてあげると。今は修行してますけどね、彼女。今ここにいるんですか？ここにはいないんですけど、オウムの信者ではあるわけですか？今も修行生活を続けていると思います。いつもどうなんですか？中川被告だとか新見被告だとか。
地獄行くぞ、地獄に救済行くぞって言った時ね、ちょっと孫子今回はやめさせていただきますって言うんじゃないかと思って、もうそれを言えないでしょ、行きますって言えるだけの強い弟子になりたいけどなと。講師がいらっしゃった時よりもね、もう修行をみんなやりだしてますね。そのためにこれがあったと思うけどね。そうだね。あまりにも弟子が修行しないんで、もうここまでしないと修行しないかという形でもう窮地に追い込んでくださったという。私大学入学して3日で辞めちゃったんですよ、大学を。なぜ辞めたかというと、大学入って実際大学の生活を見て、こういう人たちが大人になって日本の社会って出来上がってるんだと。だったらもう日本の未来に光がないなと。これはもう社会が腐敗して当然だと。だから誰が何かやんなきゃいけないだろうと。誰かがこの社会を立て直すというか、理想的な社会を作り上げるような行動を起こさなきゃいけないだろうと。で、私が考えたのが、これは出家しなきゃいけないっていうことを考えたんですね。私は出家するんだと。そこの飛躍が分からないんだけど。逆なんです、本当に。私も分からなかったんですけど。人質に取られたようじゃない。大変だったね。あと人がいいから。でもあれだよね。でもそれによって少し誰かでも分かってくれる人に行くかもしれない。そう、それはそうだよ。それはそうです。この人の誠実さには打たれるからね、やっぱり。そう思いますよ。川辺さん、この人はいつまでこんなことされてるんだって。私はあれが。じゃあ本当さっき言ったけど、選手が非常に成長しました。そうでしょ。彼はもう素晴らしい成長してるからね。孫子帰ってきたら帰らなくてももうステージはかなり言ってる。そうですね。はい。今日もですね、一部情報では今日の冒頭陳述をテレビで見ているという情報もありますが、一切今のところ荒木広報副部長が出てまいりませんので、今の情報が分かりません。はい。弟子たちに来る損失と損傷させて、教団の最高位の立場になる。日本が法治国家であるということを全く無視してる。全くこういうものはね、まともにね、議論する相手じゃないね。さて、この後お知らせを与えまして、今日の冒頭陳述の中で明らかになった3つの事件、詳しく見てまいります。悪いですね。はい。評判悪いですね。評判はもう随分悪いですよ、確か。弟子に対するハムドラですよ。グルとはこういうもんだって言ってついてきた弟子たちの観念を崩されますよね。ガシャガシャガシャっと。その時点でもグルについていけるか、あるいはもう失望してやめちゃうかと、こういった観念崩しですよね。つまり一種の試験というか審査というか、そういうもんですか。弟子の修行を進めるために演技していると。つまりこの試験に通らなくて脱落しちゃう人もいるわけですね。そうですね。本田さんは。私は別に知れないですけど、それではもう今回の一連のあれでもうグルがどんな人間であると僕はもう構わないと思ってますから。極論聞きますけど、例えばですよ、ここでもしじゃあ朝原被告が土下座してみんな私は悪かった、私だけは助けてくれと泣き叫んだといった報道がされた場合でも変わりません。変わりませんね。それはその情報を信じないということなのか、それともたとえそれが事実であっても自分は変わらないと。目の前で見たとしても変わらないですね。というのは僕を最終的な下脱まで導いてくれるのは孫子しかいないっていう確信があるので。僕ら信者の方のね、そのプライバシーを侵害するためにね入るわけじゃないわけだし、自分の立場もあると。
皆さんの立場も悪くなりますよ、マスコミってやっぱりこういう。でも思ってるでしょ、今現時点で。じゃあいいんですか、さらに増幅されても。ということになるんですよ。そういうほら、なんていうか、ヘリクスじゃなくて。ヘリクスじゃないだろ。じゃあどういう条件を詰めていったんですか、金銭面ですか。そういうこと言う必要ありますか。それはまずないです。それと同じようなことを我々時間的にだから私とにかく詰めれた中の人間の説得ですよ、一番大事なのは。じゃあ、それだけおしゃべりじゃない。またあちらの方に行きますか。僕はあっちに。一緒です、荒木さんと。あ、一緒。ええ。教団の方。教団じゃない。じゃないですけど、許可証を持ってます。どこに所属してるんですか。フリーです。フリー。このオウムに関しては個人的に交渉して個人的にその時に。でも今日置いといてますよね。帰りやね、一人で帰ります。それとも一人で帰ります。いや、一人で帰ります。はい。よろしいでしょうか。はい。あと一回家に帰ると親がなんか怖い顔というか引きつった顔で待ち構えてまして、ちょっと座れと、なんかあるなと思って、なんとなく察しがついたんですけども。ご両親お二人ですか。ええ、話があると、何かってバンと本を取り出して、まあ案の定オウムの本だったですね。なんだこれやと、朝原将校だ、読んでるのかお前、線まで引いてあるじゃないか、そんなに読み込んでるのかって、それなりに得るとこあると思います。まさかお前入ってないだろうなって当然入ってるとそれやるときはやると、中途半端嫌いだということで切り出した。ご両親の前。切り出したのが最初ですね。親を慰めるとかね、子供らしいその親子の触れ合いっていうのをやるべきなのかもしれませんけども、向こうは求めてるんでしょうけども、もうそれは私の役割ではないと、私は出家しましたと。幸いかどうか分かりませんけども、2人まだ兄弟がいるし、そういうものを欲するんであれば、2人の方に行ってくれと、私はもうできないと、しないと決めて今ここにいるんだと。最近はこの格好ですか。そうですね背広を今日持ってきたって言ってますけど、荒木さんの私物。私物、試験の時持ってきた一丁羅ですけど。背広一着だけですか。一着だけ。それいつ作ったものですか。はい。いつ作ったんですか。大学入る時ですね。入学式の時、最初で最後に作った。大学入る時にご両親がきっとあつらえてくれたんですか。そうですね。まさにその通りですね。
さん、靴は今ちょっとスリッパ借りてもらおうと思って靴は忘れたんですか？なんか意識なかったですね。市長が本日の意見陳述の予定であります。なお、質疑応答につきましては、時間の制約がありますので、発言者に対する個々の質疑は行いません。陳述を行ってもらいたいと思います。一番最初に、金子敏子さん、お願いできますか。登壇してください。小林先生は、フロアに、そういう、じゃあ、朝からこれをもって教団側の弁明はですね、すべて終了したということでよろしいですか。について、朝原の指示であるというようなことが判決で出たかと思うんですが、正しい事実なのかどうかということについては、そして皆、キリストの裁きの座に現れて、善であれ、悪であれ、各自その肉体にあって行った行為に応じて報いを受けると聖書は伝えています。まず第一に教祖の交代について。教祖が誰に変わるんですか。アキテル・リンポチェ芸家と玉光リンポチェ芸家です。誰ですか。孫子の、子息です。長男と次男。はい。ということはあなたの弟さんに当たる方ですね。あなたが、長女ですから、一番下の方の長男と次男の方に、教祖が変わる。はい。第1から第4子までが女性で、第5子第6子がそういうのはプライベートに関わるのであまり出さないでください。知っていても勝手に出していきませんよ。その年齢は出せないということなんですか。年齢はまず私は知られたくないです。将来的に教団の代表にお聞きになるというような含みでいらっしゃるわけですか。いいえ、違います。そうしますとどういうお立場で教団の役職とかあれば。いや、それはみんなで教団全体を補佐していくわけですから。特にそのお二人のリンポチェ芸家ですよね。姉の立場として、割と身近でこれまでもずっとそばで補佐してきたというかな。本当ですか、補佐するなんですけど、そういう立場ですから。いや、それだけじゃなくて、発言に力を持たせるためだと思ってください。何なんですか。そうですね。私たちのうちの誰かが表に出てくるということは、それだけ教団が本気だと思ってください。教祖変えるわけだから、そうするともう修行自体も全部変えないとまずいんじゃないですか。そういうことやりたいわけでしょ。いいえ、違います。違う。教えの流れってのありますからね。教えの流れというものは代々自然に受け継がれるべきものです。ですからその前の教えを否定してしまうことはその後の教えの流れもありえません。じゃあ教えは否定してないんですね。教え自体は否定していません。ただし誤解を解く、誤解を受けたりする面があったりしたので、その教義の検討については否定はしないけど、じゃあ考え直す部分があるってこと。それは出ないとあなた方は揚げ足を取るじゃありませんか。
揚げ足じゃなくて裁判の中でね信者の人たちがそれにのっとってやったっていうことを言ってるわけですけども、揚げ足ってことじゃなくて信者の人たちが言ってるんで僕たちはそう理解してるんですよ。どこまで変えるんですか？じゃあポスターは変えるけどもテープの声は教えの流れ自体は変えないということです。いやでもこのポスターっていうのはやっぱ教えの流れに関係してるんじゃないですか？してないの？それは直接に誰を帰依の対象にするかということですかね。まあちょっと一般的な宗教のその構造ってねご存じないからそういうふうにおっしゃるんで、ちょっとっていうかみんな知らないからそのために会見やってるわけでしょ。かっこいい、かっこいい、すごいかっこいい。毅然としてて。それでは資料の会見の簡単に3つのポイントがあるんですが、まず第一に教祖の交代です。それから勝利の説明、それからもうちょっと前から知ってたか。あなたに話を聞きながら。僕が見たらやっぱり普通のちっちゃな子供が一生懸命暗記喋ってるとしか思えないので違うんですか？いや、やっぱ違いますよね。一見そう見えるんですよ。でもその集中したりするともう今ちょっともう頭の方がちょっと冷たくなってきてるんですけど。今これをつけたから？でもうそれ以前もまあ少し冷たくなってきてるんですよ。冷たくなってるってのはどういうことなんですか？まあエネルギーが入ってきてるっていうか。吉田さんの頭の中で。頭の中ではまあそうです。つまりこのビデオを今つけてやっぱ声を聞いたからですか？いやこれは勉強されてるっていうか。写真が小さいよね。実際お会いしたことありますか？いや、お会いしたことはないんですよ。お会いしたいんですが、もともといろんな自分の悩みとか今まで聞いていただいたのは孫子ですからね。そういう意味でのその孫子の思い入れっていうのは強いけど、まあでもお子様っていうか林発芸家は林発芸家で私は非常に好きなんですけど。一応各社5人ということにしておいて、各社テレビ局は、はい、新聞通信雑誌は2人で、ちょっとなんかおさだけから言ってください。さっきなんか日テレの中継者が来てたんだよね。いや、ディレクターから電話がありました。ああ、来るって。ざわいだろ。そうか。いや。それは大したごめんなさい。もう早速ハンドカメラで撮ってたらしいです。本当。顕微鏡した。商売だからしょうがないんじゃないですかね。新聞もやっぱり売らなきゃいけないし、テレビに関しても見てもらわなきゃならないし、そういうのがどうしてもやっぱりあるから仕方ないんじゃないかって気がしますけど。会見の後の質問っていうのはちゃんとあるわけ？思いますけどね。思うじゃ困るんだよ。ちょっと待ってください。それでないとこんなの書かないよだろう。当事者である私たちオウム真理教の信者が直接意見を述べる機会を与えていただけますようにお願い申し上げます。何時間ぐらいやってましたかね、今日長かったよな。意外と質問が続いててたから。なんか長かった。メリハリのない質問があるから。そうそう。井戸にサリンを投げ込んで言ったらみんなまことしやかにやっぱり恐怖するんじゃないかな。大丈夫に絡まれていって。そうやってまあ不満の吐き口にされる危険性はないとはないなっていう危惧があるんです。ハイジャックから始まってそういう思いましたね。
パパも分かってくれ二人の愛を後ろを向いた震える肩を抱いてあげようだからやっと見つけたこの幸せは誰にもあげない二人のものさ涙に濡れた冷たい頬をもう二度とないよ。あんたたちの教団に嫌疑がかかってるということを言ってる。そっちを勝手にかけてるでしょ。そっちにあるわけでしょ。何言ってるの。現にはあんた裁判にかかってて何とぼけたこと言ってるの。あんた教団の人なんでしょ。教団の人だって言ってるから当然名前を教えてくださいと言ってる。なんで教える必要があるわけ？だから教団の人だったらみんな教えてもらってますから教えてくださいと言ってるんですよ。黙ってね。だから黙っていけば当然不審者になるんですよ。だからそっちで勝手に不審者をしてるわけでしょ。現に詳しい今一緒にいる人たちが全部証明してくれてるわけでしょ。ちょっと邪魔してません。少し離れて。友人が監禁されてるから。なぜ言えないの？何かやましいことがあるんですか？何じゃあ教えてください。なんで君あなた何かやましいことあるんですか？じゃあ教えてください。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 じゃあ教えてください。いいですか？いいですよ。じゃあ不審者ですか？あんたたちのやったことを国民が知らなきゃもう。なぜ言えないんですか？なんで言えないんですか？何かやってるんですか？あなた何かやましいことをしてるんですか？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 押さないでください。押さないでください。大丈夫ですか？大丈夫？大丈夫かな？気づいたらされたな。ダメだ、警察官にそういうことやっちゃ。ほら、こうだね。公務執行妨害です。公務執行前。逃げようとしたら、それで気づいた、止めたら気づいた職質を振り切ってですね、逃走しようとしたところですね、職質者の警察官、これをですね、引き倒して、再び18時35分、公務執行妨害で逮捕。はい、場所については、私は見てたよ。あの人が押したんですね。あの人が私ちゃんと見てたよ。私ちゃんと見てたよ。あんた、話はやめなさい。立ち上がりなさい。今日ですよ。ちゃんとするからそれなりに。ちょっとそれはちょっと。めちゃくちゃやめなさい。いい加減に。みっともない。ちょっと。
さそういうのでやめてくれる？荒木さんずるいよこの人ずるくないんだよやめてくれる怪我人に対してそういう失礼なことやめてくれる荒木さん怪我人に対してそういうことは失礼だと思いませんか？思いませんか？悪いじゃないじゃないですか。悪いの怪我人だからね警察が怪我してんだからそんなこと失礼でしょ。荒木さんあなたは広報部のね役職に就きながら何ですかそういう言い方は責任ある立場の人とは思いません。真実ではありません。大丈夫か今まで知らん来てたのに大丈夫かにどこの誰だか分かんないからさ見てる人がどこの誰か分かんないじゃ困るからうちの方も大丈夫か名前なんて言うんだ病院行っても治療を受けられないぞやらんことしないでください。大丈夫だよこれやめてください。意識はっきりしてるかやめてください。大丈夫か脈を持ってって脈を取って救急車が来る間に脈を取って本人正常かどうか今やってるところです。大丈夫か皆さん慌てないでください。慌てないでください。脈を持ってるところですから。ちょっと申し訳ないけどここから捜査活動ですのでちょっと離れて撮ってください。お願いします。あなたはどなたですか？森と言います。もうちょっと離れてください。さっきからずっとねやってるけどこれはいくら報道の自由といういつまであそこにいるわけ？今月いっぱいで出るわけで出ます。全部出るわけね、あとさどういう生活をしようと構わないけど、みんなほら血が流れてんだから、いろんな宗教はあるけども、もうオウムっていう名前がさやっぱりだから血が流れてるっていうのはねおっしゃることはよくわかる。なんかそれは僕たちの方が言いたいぐらいなんですよ本当は。広報っていうなんかまとめ役ってできないね荒木さんね。今日のこと見ててもね、だからまとめ役できないんだったらもうやっぱりもう社会に出てね一般のところに入って一生懸命働いた方がいいよ。騒動があるとそういうような、不安をね皆さんにおかけするということはよくわかるんだけど、でも最初から多分見ていただいたらわかると思うんですよ今が。ですから信者だったら最初から見たらもっといいからあんただったらみんなぶん殴ってやりたい。いやそれはさ、ちゃんとサラリーマンになって同じね会社へ立派な会社になったっていいじゃない。あんたみたいにだらって働けばいいわけ。頭のいいあなたたちやることじゃないと思うんだよ。頭が良かったら一体どういうことをやったらいいわけですか？頭が良かったら人の上に立つ人間になったらいいじゃん。仏教なりできることあればと思ってやらせてもらってるんですよ。仲間もいますし、私よりもっと困ってる人いますから。悪かった思う部分とは関わってないし、今後も関わるつもりはないし、今後はそれ悪かったんだったら直していこうと思ってるんですよ。直したってあなた赤い水が真っ白でよ、赤いものが滲んだらどうなる？あなたはみんな真っ赤ですよ。真っ赤が白にはならないですよ。フィルターを通せばなりますよ。それをやらないといけないんですよ。僕たちはそれを僕たちの責務だと考えてるから。フィルターになるわけ？そうです。ずっと人生フィルターになってるわけ？そうならないとダメでしょ。上の方の名前聞いたんだけど下の方の名前聞いてる。達也と言います。どちらの方ね。はい。2名の方名前聞いてるんで。安岡です。安岡高春です。高原さん。高原さんはどういう字書いてます？難しいです。卓球の卓に治安の治。ああなるほど。はい。6378。これからはい。
もしもし、そうですね。近藤警部ですか。山本ですけども、どうですか。もう釈放されました。さっきの今日逮捕された。じゃあ明日じゃ送検ということなんですか、身柄。送検されると。明日身柄送検ですか。起訴させるのとにかく止めることを第一に考えて、その無形造素材も関して理由を活用できる分があればそうした方がいいっていうのは意見でしたけど。すべての魂を高い世界に僕らにはできないんですよ。すべての魂を高い世界に飛ばすぞ。それはやっぱ僕らにはできませんし、映像を見せる、その映像を見せるじゃないや、渡すことは。じゃあちょっとまた今対応ちょっと検討してるんで、決まったらそれを連絡します。いいように向こう側の説明に乗っけられて、まあ悪い形出るだろうとおっしゃって。警官に押さえつけられて結局なぎ倒されたと。で警官は足抱えてひっくり返って公務執行妨害で逮捕といういつものパターンです。警察の便宜を図る気もありませんし、オウムの便宜を図る気もないんだってことはきちんとニュートラルに自分なりにやっぱりしなきゃいけないわけで、証人が映像を撮ってたというところまではあれなんですか。証人がだからまあそれの証拠を持っているというふうに言えば向こうは分かるんじゃないですかね。なるほど。現場まあ対警察手土産ではそれで、第三者のですね証人が同行しておりましたんで、まあその証人とその証人が決定的な証拠を握っておりますんで、それはこちらとしても参考としていただきたいというふうに考えておりますんで、そういうこともありますんで、速やかにですね、今回の件はどう考えても不当ですんで、釈放する手続きをですね取っていただけるように要求しますので。調べといてくれるって言ってたじゃないですか。それは分かりました。ちょっと後にしましょう。ちょっともう少し城東警察署の刑事課の長野と申します。先日起きました亀戸の方でありました警察官とオウム人形の信者との関係のビデオのことについてお話ししたいことがありますので、また後ほど連絡したいと思います。カメラマンについては検察からこれは明らかにでっち上げと言ってよい。こうやって市民運動とか対権力への対応もこういう一枚のビラ一枚の、それからあれはカメラ警察怖いとかやらないっていうことじゃなくて相当個別はやってるんだよね。ところが権力の力の方がうんと上回ってるもんだからめちゃくちゃやってた。僕検察官は今彼を起訴するか起訴しないかという点の検討をしているわけですので、できたら起訴させない方向でですね検察官と交渉していきたいというのが弁護士さん並びに私たちの考えなわけですね。そこでビデオテープが生きてくると。で傷害罪で3週間取られると公募プラス3週間、これは間違いなく強い起訴されます。起訴されると日本の起訴率というのは有罪率は 99.8% だから、絶対これはもう弱いというのはそこですね。
起訴されたらもう終わりと言ってもいいですね。そうすると彼の場合は起訴されると前の事件があるから今度執行猶予を取り消されると。それはメディアというものに関わる人間の一つの使命として、そのメディアでそれを市民に伝えるということ以外の目的に使われることを許してはならないんだという最初にその決意があるわけですね。自分がまさしく真相を知っている。でその真相を知っているがそれをもし隠匿すると一人の無実の人間がまさしく冤罪という罪に用いらんとしていると。でこれを作品の成立ということを口実にして見逃していいものかどうか、そんなこといろいろずっと考え続けていたんですが、結論から言えば今安岡が言いましたようにですね、まず第一の結論です。川村弁護士さんに供託します。俺です。どうもはじめまして。お話よく分かりました。で私の方でも、裁判目的以外にはですね、利用する気はさらさらありませんし、じゃあありがたく頂戴させていただきます。すいません。なんか最短の場合ですね、このビデオを証拠化することによってあさっての裁判を前に釈放っていう場合もあり得るんですね。ご迷惑かけました。本当にありがとうございました。検事がね、今日取り調べの時にね、どうもビデオテープが届いたみたいなんですよね。それでね、もう一旦帰ってって言って下に戻されたんですけど、それからまた10分か15分ぐらいして急に追い戻されて釈放することになりましたんで。じゃあもっともっと面白いことあるよ。U 字工を作ってるとことかね、作った U 字工をね、手続きとかすごいよ。圧巻。このよく似たもんだけど。多分この中でいろいろね、バイオなんかやったんだけど。なるほどね。換気扇といいさ、ここだけこう密閉された。これダクトだ。培養室わかんないな。注射器でしょ。馬に注射するやつかな。いや馬にするのはどうかな知らない。この水は何なの？匂ってみた。アルコールだったりする。サリだとどうしよう。やめてよ。やめ。警察見てるから大丈夫だよ。そうだよね。中も入ってる。ここ誰の部屋だったんですかね。村井さんの。ああ。メモあります。あります？ちょっとなんか考えですねそれね。ワークの進歩と世界観。ワークの進歩と世界観。オウムというその宗教あるいはその信者のですね、その頭のその感化ということを考えてみた場合ですね、まともじゃないとですね、結局生産をしない連中だからですね、何もそれに来てもメリットないと。誰か下の名前は橋田博です。三千告げるですね。肩書きは副部長。おいくつなんですか？28。
から頑張って握手してもらう。じゃあ荒木君。はい。わかりました。いろいろ教訓は得られたと思います。お互いね。はい。じゃあ元気でね。はい。失礼します。今何ておっしゃられた？何てありましたんですか？ちょっと聞こえなかったもんで、これで終結だと。一応社会人にね、なるじゃないかと。それはどちらが声が本庄私が。それで向こうはなんて答えられました。はい。お互いに勉強になりました。お互いそういうふうに。お互いなんて私にも言ったから。お互い勉強になりました。誰かいるんだな。完全にいろんな入ってますよね。入って誰か家返したべき。入るのは初めてですか？入るのは初めてですか？世の中入るの初めて。靴ルールが。皆さんはこの地区の町内会の方ですか？そうです。町会長です。ご感想いかがですか？ご感想はいかがですか？なんだか汚いね。まだいらっしゃってるから？もうこれで終わります。あ、もういらっしゃってる。警備はすぐ出れるのに OK なってるね。はい、ちょっと通路はそこ開けてください。通路開けてください。見て帰っちゃうよ。後ろに。動産類一切管財人がいかように処分をしても異議がございませんという確認書の皆さん早く来てくれって。皆さん早く来てくれって。亀井さん、みんな早く来てくれって。オウム真理教被害者の会の代表の長岡です。ああ、どうもはじめまして。今日はね、一つだけお願いがあってきたんだ。まあこうやってだんだんみんないなくなるから、親兄弟にたった一言元気でやってるよ。はいさようなら。それだけでもいいから。ね、一日二日の間に連絡入れてやってくれと。それだけ元気で信用してるよ。はいさようなら。それだけでいいですよ。なってますよそれは。親御さんから日に連絡があるのは元気で信用してるよと、お母さんお父さんも元気だな、その一言だけでいいです。それだけのなんか折りがあったらば言ってやってください、それによってね、改めて言っておきますよ。改めてお願いしますよ、それで、ね、何人かの人たちがもしかしたら、ああ生きてたのかなっていうことが分かる場合もあるわけだから、まあおとなしい青年でもあるわけだから、お母さんもよく存じ上げてるし、ああいうお母さんに育てられたお子さんがね、おかしなわけがないと私は信じたいし。じゃあ荒木さん、よろしくお願いしますね。わかりました。体をね、気をつけて。お母さん存じ上げてんだ、私。近くでほら、東京、青山の東京が近いから、うちがね。だからお会いして、あなたの責任感っていうことでね、よく理解できるから、私も。なかなか説得しが責任果たしにくいかもしれないけど。
とりあえず釘だけ打ったの気がする。これじゃなくてさ、ここにさ、十分今日踏まえてやってまいりたいと思います。ここで炭疽菌撒いたことをさ、あんた何とも思ってないんですよ。それ一つさ、あんた代表なんだからね、教祖の代わりの一言。あれはまだ立てかけたり、あれ持ってきてあれに看板かけない。今も本当にみんな信じてるんだ。刑事事件になってないですね、あれは。そうじゃなくて、やっぱり事件自体そういう固いことを言わないで、あんたは代表なんだから、そういうことはね、こっちを置いといて、一言で。いや、それは置いとけないですよ。どこまで何が本当なのかって私も本当知りたいわけですし。そうすると、何とも思ってないんじゃなくて。あんたは一回り大きくなれるんだよ。そういう固いことばっかり言ってっからダメなんだよ。現実みんなが苦しんで、あの匂いで苦しんだんだから。だからそれが炭疽菌なのか何なのか私よくわかりませんけど。炭疽菌でなくなってたでしょ。じゃあその化学薬品でみんなが迷惑かけたんだ。分かった。それは現実とあったわけ。僕らの時とかが分かんないよ。ただそういうの言われてるから、そういうふうに報道でなんかで言われてるから。明らかになって。私は奥さんから今日ねご挨拶があるって言うからすごく期待してたんですよ。初めてオウムの方からねちゃんとしたね常識的なそういうご挨拶みたいなのを聞けるのかなと思ったんだけれども、なんかこういう形っていうのはすごい残念、寂しい。それはこちらもそうですよ。炭疽のこと私も知りたいですよ、それは。でもほらやっぱりこういう騒ぎを起こしてね、私たちに迷惑かけたんだからいろいろご迷惑をおかけしました、申し訳ありませんでしたぐらい。それは私は言ったつもりですけど、大変申し訳ありません。大変申し訳ありません。食べてとは言わないわ。ここにいるっていうことがとっても嫌でした。本当にショックだと思います。指示が出たらその時は頭からまた録画に頂戴すれば。話しています。信者は来月中には残っている全国の施設からも立ち退くことになっています。私は大口新力の広報部奈良木と申しますけども、さっきから2度ほど電話させてもらってるんですけど、森本プロデューサーいらっしゃいますか？まだ会議中ですか？昨日の夜は何て言いました山本さん。昨日の夜の献立は。昨日の夜ですか？昨日の夜はただの白いご飯だけです。おかずなしですか？荒木さんは今日は食事は何食べました？まだ一食も食べてないんですか？まだ大事な仕事がありますから気を抜けませんでした。それが終わったら何食べますか？そういうのほとんど変わんない。今日も明日も去ってる。カルマっていうか悪い部分が全部海が出てる。まさに本当に海が出てるんですけど、水源その汚れて出てくるんですよね。ひどい人は全身になりますからね。ちょっとすごいですねそれ。これ山本さんも経験あるんですか？やっぱ足ですか？いや私の場合は足と手みたいな。今でもまだ残ってます。どこだっけな。そこのこことかね。ちょっと引きつってるところですね。これはね、これはバイクに転んでやったやつ。何度も電話させてもらってるんですけども、森本プロデューサー、ちょっとお話したいことあるんですけども、会議はもう終わりましたか？ちょっとこれまでの放送に関してちょっと私ども意見申し上げたいことありますので、ちょっと時間を取っていただきたいということをとりあえずお伝えいただけませんか？すいません、お名前の後おっしゃいますか？個人的に名乗ることは社の方から禁止されているどういう社なんですかそれは。はい。いやですから誰に取り付けたかちょっと私確認できなかったら後で聞いてませんよって言われたのが私何度かありますので、受付私の電話を受けられた方はどなたかっていうのは一応確認しておきたいんですが。
個人的にじゃないですよ。その社員として連絡、私は名前聞いてるわけですよ。逃げてるね、やっぱり。聞いてみましょう。すみません、お名前何とおっしゃいますか。個人的にですね、私ども名乗ることをですね、社の方から禁止されてますので。個人的に名乗ることを社の方から禁止されている。私この名前をはい、申し訳ございません。いやですから誰に取り付けたかちょっと私確認できなかったら、後で聞いてますよって言われた私何度かありますので、受付私の電話を受けられた方どなたかっていうのを一応確認しておきたいんですが。それは事実わかるんですけれども、社の方からの方でですね、個人的に名前を出すのはやめてと言われてますので。個人的にじゃないですよ。その社員として連絡をして名前聞いてるわけですよ。はい。ですから社の方から言われてますので、私自分の名前を名乗るということが今できないんですよ。荒木さん、足治りましたね。ええ、おかげさまで。カルダができたということですか。どうでしたね。一部出たんですよね。もうちょっといくかと思ったんですけど、案外あっさり終わったなという。それが、出る前っていうか、それを悪化して今と以前となんか違いありますよね。まあ身体的にやっぱり軽いですよね。なんかそういう下に引きずるようなそういう感覚がなくなったっていうのはありますね。これは多分でもいわゆる水虫の悪化してるんじゃないかと思いますけど。水虫ってこんな。水虫かもしくはちょっとわかりません。足の皮膚の病気みたいな。まあそれでもいいんですけどね。とにかくなんかそう一箇所に特定の部位にもう怪我にしろ人為的なものにしろその偶発的なものにしろ。そういう病気みたいなものにしよう。なんかそういうのに集中する時があるんですよ。それ全体ひっくるめてそのカルマがそこのカルマがその解放されているという見方をしますね。上ですか？はい。よく見ておいてもらいたいなと思ってるんですよ。よくちゃんと記録に取ってもらいたいな。我々そういう記録取る習性がないですし、取ったとしてもそれ
我々は取ったんだよ本当に。その意味が違ってくるでしょうしね。そういう外の人にでちゃんと見える人に見える部分は見てもらいたいなって、聞いてもらう部分は聞いてもらいたいなって。見えてると思いますか？じゃあ森に。そうですね。すみません、いいですか？どうぞ。おはようございます。お願いします。お願いします。よいしょ。おはようございます。狭くて汚くて申し訳ないです。ここは今のオウムの一番のアジトなんだと。アジトのナンバーワン。ここで謀略を繰り返してるんだっていう論調なんですか。えここで山本さんがその中の最右翼になったんだ。なんで私が最右翼になるんですか。この中心人物山本さんじゃないです。違いますよ。誰ですか。荒木こうちゃんですよ。機械っていうのは大丈夫。朝原被告でやっぱりその辺虫を踏んでたり歩いたりしちゃいけないわけでしょ。だからその辺になってくるとちょっと非常に難しい問題になってくるので簡単には説明できないんですけどね。だから本来は殺生はいけないことですからね。本来は例外はあるんですか。いや例外はないです。だからその言葉の表現が非常に難しいんですけど。上は平和して弱いのかな。あ、こっちに。今日はこれが終わったら上国にお帰りになるんですか。ちょっともう一つ別のところ寄ってそれから帰りますけど。尾行なんていうのはついて回ってますね。ついてますよ。ついてます。しっかり車がついて回ってるんですか。その県が変わるとその県の公安に変わるんですよ。黒田じゃない、黒田姿じゃなくなったさん初めて見た。あ、そうですか。やっぱりそういう私服で。っていうか普通の人に会ってたんで。普通の人。普通の人っていうか事件って本当にあったんですか。本当に。地下鉄サリンについて。まあ例えば井上さんとか証言してる人がいますから林さんとかね。ただ今まで。私はそれも本当に何とも言えなくて私もあったかもしれないなっていうことしか言えないんですけど、ただその林さんの証言とか読みますと相当具体的に書いているからそこの実際にこの間の裁判であったかさべついたとかそれに関してはそうなんだろう。やっぱり彼はそういう行為をしたのかなというふうに思う部分もあるけれどもやっぱりその全体像がわからないし人間社会って矛盾があるわけですよね。例えば戦争で多くの人が殺されると。だけど戦争で例えば殺されたことに対して勝ったらそれは咎められることがないしでも実際にすごくたくさんの人が死んじゃうわけですよね。でそのこと自体にその罪というものは問われないとかその人間界における矛盾というのはたくさんあるわけですよね。だからそういうそれがどうしてなのかとか人間より高い世界って本当にあるんだろうかとかそういう疑問を本当に宗教的な疑問ですね。それを持った時に果たして
誰がそれに答えられるだろうかって言ったら、私は今まで本当に小さい時からずっとそれを疑問に思ってきたんですけど、それを本当に納得のいくような答えをくれた人っていうのは本当にそうしかいないですね。だからそういう意味で自分が学んできたその教えと、それから体験してきたことのそれを世間の人はマインドコントロールって言うんですけど、そのなんていうかな、経験というかその体験っていうのは例えば井上さんとか林さんが証言したとしても全然あったかもしれないなっていうけど、もっと深い部分で揺るがないっていうか、そういう部分があるんですよね。ございましたら、お寄せいただきたいと思います。荒木さんと朝原さんと接触する機会っていうのはどのくらいあったんですか？京都で在家信徒していたのが1年半ぐらいで、その間に5、6回ですかね。出家してから頻繁に回数もあってました。どんなに人から見たら馬鹿らしいと思うような価値であっても自ら選んでですね、そしてそれでライフスタイルを築いていくという自由は日本にはない。これは自分自身の価値観を選択するための私は非常にいい機会でもあろうかと思いますので、そういう議論を含めながらですね、荒木さんを中心に質疑応答をしていきたいと思ってますけども、どなたからでも結構です。どうぞ質問があったら出してください。私は今生きてる幸せだと思うし、はい、で生きてることを幸せだと思う考え方もあると思うんですよ。修行をしたいとか、はい、なんか理想に近づきたいとか、欲求から解放されたいっていうのは欲求には入らないんですか？夕飯をなんか2人分3人分食ってて、でさらに子供を作って愛人までいたとか、なんかめちゃめちゃに書かれてるんですけど話半分に聞いたとしても少なくとも食うもん食ってるし、子供まで作っちゃってるし、あと車がベンツですか、ヘリコプターまで持ってますよねどこら辺に欲を捨ててるんですか？ごく一般的な社会の意見としては、例えばオウムはああいう凶悪な事件を発生させたのに責任を取らないだとか、なんか謝罪をしろだとかいうような意見があると思うんですけど、そうやって有罪判決が出た後に何かそういうふうに取るべき対応っていうんですか、別にそれともそのまま現状のまま我々は関係ないっていうのはなんか変ですけど、実行したわけではないし、預かり知らぬことだみたいな感じで黙殺するっていうか。荒木さん、いつも歩くとき楽しそうですね。はい、今もうつむき加減で歩いてアウチでも自然じゃないんじゃない？それは美味しいですか？荒木さん、お湯飲みますか？何もいらないですか？リンゴ剥きますね。リンゴは成長するけど食べられる。埋めても木にはなりませんよね。リンゴ自体でも種があるから腐ってうまく発芽したら成長するものになる。種は埋めますよ。食べてはいけないものとかっていうのはあるんですか？ありますよ。取締人は私が取った上等手段だったって。どうして？上国式に行った時、ハボ法が適用されたら日本の社会がどうなるか分かんないけど、すごい大変なことだと思うんです。自由がなくなるから、表現の自由とか信じる自由が。256号室の5名を含め法務教の許せないことは、多くの犯罪に対する連帯責任を取らないと取らないことである。このことはこのバカ集団の組織を存続させ、来るべき将来に誰かがまた同じような凶悪犯罪を起こすことにつながります。こいつらは人の顔をしているだけで人間ではない。日本人の恥であります。こっちがそういうこと言うと、すごいな、広い。こんな殺人集団に人権どうのこうのというのは論外で、人権を与える必要もない。昔であればオウム信者は全員打ち首である。こいつらがいつ256号室に現れるかもしれないが、山科ハイツは常時出入りできる出入り口が5カ所。バカ集団とかさ、そうですよね、そういう言葉も書いた。人間の顔をしているだけで人間ではないと。何をもってこういうふうに言えるかが分かんないけど、ジャッジメント
あ、罪、うん、裁き、あ、裁き、出家したら夫婦一緒に住むっていう形はもう取らないってことなの、イコール。そうですね。もうバラバラです。ってことはじゃあその種の保存ってこともしないってことなの？そうですね、基本的に。性欲をなくす修行とかって柳さんもしてるでしょ。はい。性欲をなくす修行。なんですかそれは。そんなのあんの？聞いたよ、みんなに。性欲を滅する瞑想って。私はあれまだ伝授されてないですけど。伝授されてないってどういうことなんですか。必要のある人は伝授されてる。必要のない人だから伝授されてないってことですか。そうじゃないですかね。じゃあ性欲が強い人は伝授される。性欲があんまりないってことだと思う。宇宙があってこの欲六界というこの世界で現実するとやっぱり天界があってアシュラの世界があって人間界があって動物があってガキがあって地獄があって上はもっと上があるんですけども天界にもいろんなランクがあって神様もいろいろ仏教の話ですよ。だから人間の魂はそんなに上等なものだったら上等というか宇宙の構造からしたらだからみんなが地獄から這い上がってどんどん人間も通過してその上の世界にステージアップしていけばその方がより幸せだよということは当然その世界観からして言えるわけですよ。女性として乱すとなんかそれ以上に関心のある話がなんかしにくくなるって感じかな。なんかすごく女性として見るという見方に非常に違和感があったんですよ。非常に居心地というか見心地が悪かったですね。女性の手に握ったことありますか？そうですね。幼稚園の泳ぎ程度ですかね。じゃあキスはそれはまあ記憶はないですね。そうしますと性体験はおそらくないでしょう。例えば16日に意見陳述をねやってそれで年内に結論が出せるのかという問題がありますよね実際ね。普通真面目に言えば意見聞いてそれからまた考えるということだから、でじゃあ16日に意見聞いて年内に結論出すってんだったらもう結論決まってるわけですね最初からね。本日朝からどうもご苦労様です。クラブの方でご案内の通りですね、本日の施設の公開はあくまでも破防法の適用要件がないことをですね弁護団の方として立証するという趣旨ですので。13社ぐらいですかね、2、3社来たんですね。司法記者関係ですか。そうです。ところがインタビューっていうのはその記者が来た時にインタビューっていうんですか。質問という形でカメラの時はじゃあインタビューない。もうあると思います。あります。シラさん顔もいいんですかね。できたら控えたい。まあそうですね、できたらね。まあ公明大にやってもらった方が印象いいですか。まあいやまあそうですね。まあ親がちょっと田舎の方ですね。こういうところで言ったらどうするの俺はもう帰ってくるなっていう。いやなんかねまあちょっとまあうちわの事情なんですけどなんか弟が結婚してどうのこれ話もあってちょっとまあ個人的にまあいいですけどね。ちょっとまあ顔わからんとは思うんですけどね。大丈夫です。わかんないよ。遠そうなんかあれだけわかんないから横顔ぐらいにしてほしいですね。一緒で横顔面白い。あれ気分ぐらいでわかるわ。まあそういうのは開きになってますけど。なんかビニールかなんかにうちの方セットに込んでください。じゃあ上で仕事してたらいいんですか。こちらもまたこうした破防法関連の、書類ですか、そうしたものが置いてありますが、いつからこちらに？
違いない。なんか卵とこれ醤油ですか？昆布醤油あったみたいです。それのまあ相談とか。相談に対して行われた家宅捜索で。それでは最後に1階の方に行ってみたいと思います。信者の人と見られる靴がですね、置いてあります。まあこういう言い方するとちょっと誤解を受けるかもしれませんけど、こういう状況に置かれてなんですかね、今までなんていうか社会とかになんていうか非常に曖昧っていうかなんていうかな、そうですね、社会のあれもよく見えるようになったし、そうですね、ちょっとうまいこと説明できないんですけど、社会の何がそうですね、こういう言い方するとちょっとまたあれなんですけど、矛盾っていうんですかね。もはやもうグルではなくてただの狂った人という以上の感想はありませんし、オウムの一連の凶悪事件を引き起こした中心人物として死刑になるのは当然であると考えています。ハルマゲドンは来ません。そして21世紀は必ず来るんです。ですから今でもまだオウムを信じていて、しかも私のことを整体師だと思っている人がいるとするならばぜひ聞いてほしいんですけれども、オウムを解散してください。国民をバカにするな。オウムは悪いではないか。和彦ちゃんの首を絞めて穴に埋めたオウムは悪いではないか。命令をさせた朝原将校は悪いではないか。どうして朝原将校をかばいオウムをかばうのか。恥を知れ左翼弁護士。しかも自分たちの仲間だった坂本さん一家皆殺しをしたのはオウムではないのか。この日本の国に二度と悪魔のオウムのような人殺し集団が出現をしないがため、公安審査委員会はオウムに対して破法を適用せよ。適用請求が決まった時、公安の人がいないからもったいないよ。そう写真撮ってあげる。昨日みんなでねプリクラ撮ったんですよ。これかけて知ってます？プリクラって、プリントクラブって知ってる？女子高生がお金を入れてシールを作る小さいあれ福田先生とみんなでこうやって撮ったの。渋谷で頑張ってください荒木さん。え応援してますから。応援してんの？個人はね別に。オウム真理教の荒木宏を応援する？いいえ、荒木宏さんを応援しますよ。これできるのかな知らない。喜んでるから喜びを表しちゃいけない悲しみに変わるから
中がものすごいよ、匂いがとても入ってらんねえ長く。これはあれまだエンジンかかってるな。鍵閉まってないだ。あれもし昨日電話かかってきましたよね、私の身を案じてるんです。母親から世間の目っていうのはまだまだ厳しいっていうのはちょっとお母様改めて思ったと。よく気をつけるようにとかあなたことまだその憎んでる人もいるはずだから。体に気をつけてみたいな体とか夜道に気をつけてみたいなそういう話ですけど連れていくわけにいかないんですか本日の破防法棄却の決定を私たちは大きな安堵をもって迎えます。この決定によって私たちの信仰は救われました。実際人は死んでるわけですよね。いくつかの事件があったわけですよね。それにオウムが関与していたってことは、これはおそらくほぼ間違いないでしょう。オウムの信者がですか。オウムの様々が関与していたっていうことは、一部の様々ですよね。これはやっぱりこれだけ裁判で証人があれだけ証言していて、関与の仕方までは分かりませんけど、全く無関係ってことはおそらくありえないですよね。でそこで要するに社会を要求してるっていうのは、社会に生きてるんだったら社会の挨拶をしなさいと、社会の規範に習いなさいと、道ですれ違ったら挨拶をするように、いずれにせよ君らはその宗教的背景はどうであれ迷惑をかけたんだと、だったらそれについては謝れと。じゃあ事件に関してことが間違いないというふうに確信を持っているんであれば、その部分については何らかの姿勢を見せる必要があるんじゃないんですかっていうのが多分社会ですよね。社会ルールなんでしょうね、それ。今の状況で一つ認めてしまうと、とにかくその今社会がいろんなそのオウムに対して抱いているいろんな像っていうのを全部ひっくるめて、もうそれを肯定したことになってしまいかねませんからね、現実問題して。オウムはインチキで浅はか詐欺師でみんなそのマインドコントロールがあって。やっぱりちょっととてつもない事件だったことはやっぱり事実なんでしょう、きっとこれは。いろいろあったようだがうんぬんっていうのはちょっとそれじゃあそれちょっとそういう中途半端な対応は私はできないですね。じゃあなんでお前らまだその教団とどまってんだって言われたら何も言えませんもんね。今後も監視が必要と指摘したが、早速会見を開いた教団は異色満面でこの発言。私が家に帰ったらそれで片付く問題と思いますか？家に帰ったのつまり脱会。例えば
その息子が出家してるってその母親が悩んでるとして、一つの一番大きな悩みは消えるでしょうね。でも多分いろんな悩みは後からまた湧いてくるでしょうし、それはそういうもんですよ。そういうもんですよね。多分今度はじゃあ広島のお嫁さん世話しなきゃいけない、あるいは仕事どうするんだとか、いろんなやっぱりそれはもう悩み苦しみ出てきますよね。別に帰ったんだからちゃんと普通のただもう親にしてみればおそらくその悩み苦しみっていうのは愛してるがゆえの悩み苦しみじゃないですか。ってことはやっぱりそれを断ち切ることが一番辛いわけですよ。たとえそういった悩み苦しみが今後派生しようとしまいと。だからそれを断ち切らないとやっぱ苦しみは終わんないんですよ。そうだけどそれを断ち切ることの苦しみが最大の苦しみなんです、きっと親にとってみれば。やっぱ湿気される側に特に両親とかね肉親にとってみればこれは本当辛いでしょうね。で多分それは出家する側がこれを断ち切った方が苦しみ生まれないよっていう論理を言ったにしても、多分お父さんお母さんあとせいぜい20年30年生きるかどうかでしょう。その間にこの苦しみが癒されるかっていうのは僕は多分癒されないと思いますよ。きっとずっと気にしながら死んでいくでしょうね、年老いて。だってそりゃそうですよ。だって残された方が出家できないんだから、断ち切れないんだから気持ちを。つまり自分が出家するためにはやっぱり周りがそういったような精神的な苦痛を味わわざるを得ないわけですよね。みんなが一緒に出家できればいいですよ。これは昔からでもある問題っていうか一つの、出家の場合にやっぱり出てくる大きな矛盾であり、でその矛盾をもしかしたら凌駕しないことには出家なんかできないのかもしれないですからね。出家もできないし、いろんなものを捨てて先に行けるものだとしたら先に行きたいですけどね。なんかやっぱりその引っ張られるっていう印象がありますから、家族っていうのは。30年は荒木さんどうしてますかね。アルマゲドンで大変ですよ。ご乗車のお客様おはようございます。大変長らくのご乗車お疲れ様でした。まもなく終着の京都駅前到着です。その人は今最大にはないことになってる。そうなんです。今最大にいないことになってる。そういなくなってる。一応ある程度見てるけどさ。今さ同じなんだよな。やってるからってやってないからってね。
今回の裁判でもその朝原選手の顔を飾ってるかどうかっていうのは争点になるんですか？争点じゃないですけど、もうミソもクソも一緒ですから、何でもかんでも。まあ、破防法だったらそれは分かるけど、この裁判とそれ関係ないんですよ。そうですよね。気遣ったりして。これ名簿ね。裁判長殿と、私は山科ハイツのオウム対策委員会の一員です。今回の出来事について私なりの思いと考えを申し述べますので、裁きのご参考にしていただければ幸いですと。所管256号室の5名を含め、オウム教の許せないことは多くの犯罪に対する連帯責任を取らないことである。このことはこのバカ集団の組織を存続させ、来たるべき将来に誰かがまた同じような凶悪犯罪を起こすことにつながります。1、宗教に名を借りた極悪集団オウムと仲良く暮らすことは日本人としてできることではなく、こいつらの罪を許すことになり、山科ハイツの住民は全国民から馬鹿にされ軽蔑されます。2、この裁判に勝つことで坂本弁護士ご一家をはじめ一連の事件で亡くなられた多くの人々とご遺族の方々の無念さを少しでも晴らし、敵討ちとしたい所存です。以上。平成8年10月。一応これが先方の証拠として弁護士さんを通して、裁判官の方に、裁判長の方に上がってますから。広報部就任以降と以前とで、社会に対しての見方っていうのは荒木さんの中で変わりました？そうですね。なんていうか、出家願望がますます迫って、もう一回出家したいっていうかですね。ここからさらに出家したいっていうか。ある意味その出家する前よりもこの2年っていうのはそういうなんていうかな、現世っていうのを直面した感がありますからね。現世のどんな部分に直面しました？私と母親が一回東京で会ったことあるんですけど、その時におばあさんが来るっていう話だったんですけど、直前にちょっと具合が悪くなって、それ以来ちょっとなかなか外出もできない。鎮痛のあまりですか？まあ年ですからね、もともと心臓悪かったんです。結構その荒木さんを溺愛してたとかそういう。どうだろうな。丹波から新大阪までってのは一緒なんですか？丹波に行くんですか？丹波行くんですか？私帰省する。森さんが？私でも丹波だろ？ええ。丹波って別にだってお父さんお母さん高槻にいるんじゃないの？いや、ばあさん。ばあちゃんが、ばあちゃんちか。死にそうなんです。何やそれ。親が嫌いになってやったわけじゃないですからね、私。それは説明します、その時に。むしろ私は親から授かったこの生っていうのを全うしたいと、私なりにね。不完全な形で終えたくないと。だからここにいるんだと。この先もこの道をたどっていきたいと。木の匂い流れる道、一人歩いた自分を見つけるため、時には人が恋しくて山鳥と歌を歌い、時には立ち止まりなさいと
してもう15年が経った雲もこの世を去り山火